のデッキの撤去全部ちょっとこれを剥がしちゃいます。いわゆるブロックを傘を作って消しを飛び飛びで一応ちょっと3ヶ月かけて作った庭があります。それをちょっとご覧になっていただければと思っております。今日はね和風庭園を作る仕事でここのスペースですね。でここ全面的に和の雰囲気に持っていきたいと思っております。ここからの根底の今まで作った庭のつながりもあるんで、だから庭としてはやっぱりつながりはある程度持たないといけない。やっぱりつながりがあって初めてこっちの空間が成立してくるという感じ。純和風っていう形の構成よりは和洋折衷という感じのしていけばいいかなとは思ってます。毎日毎日どのような変化でどんなアイデアが出るかによって挑戦ですよね、楽しみにしてください。はい。とにかく今のあるものを撤去して空間を出しちゃう。最初にやっぱりこのデッキの撤去全部もう処分するっていう感じの状態ですね。はい。もうデッキは来ないですねと言います。それで今この状態見ると絶対低いんで土が大変なんで、この地盤から上げるっていう形で作っていこうかなと思って、ちょっと端からステップちょっと井の橋っぽいのをこうそれ一段 GL 上げてそれを基準な形にして、このブロックは一応取って使えるやつは使っていこうかなと。ちょっとね、やっぱり歩けるように下向いた方がいいと思う。ここからの出入りがあるので、だからここは階段で降りられるような形で、ここでステップになります。だからこれ全部撤去するのもあれなんで大変なんで、できればこっちもう見逃しの土台にしようかな。
3段で切り落として。一応デッキはこうやって取りまして、次はこの際にブロックを積んでいきます。まあ一応最初は床付けねぎって臭くして基礎の部分ずっと出して、でまあ3段から4段という形になります。こっちの土の土留め、その作業をこっちからやっていきます。はい。これからですね、もうちょっと柱がちょっと輪の世界にちょっと合わないんで、一応これを一回弾きちゃいます。で、柱自体をちょっと模様を変えようかなと思って、とりあえず一回ちょっとこれを全部剥がしちゃいます。一応ですね、こう取ったんで中の骨組みが全部腐ってて、まあ今この周りのモルタルだけで持ってたみたいな感じで、ちょっと柱を入れ替えるつ形を取ります。で真ん中に一応鉄骨を入れて、それで支えるつ感じで、まあやってみようかなと思ってます。完全にこんな状態だ。虫じゃないからさ、まあ30年ぐらい経つんじゃない。ここいや柱だからモルタルで2センチぐらいの全部周り一体になってたから、だけどこうやって膨らんでた場所もあったから、これ壊さない限り分かんなかった。今日はしっかりしてるんだけどね。
今日はこれ、一応これで、これを、これから柄に作り変えていく。そうそうそう、これでもう面にこう、今度はこの柱を出した形で、ちょっと面白くやっていこうかなと。ポイントになると。こここっち見て、この柱が目に入る。うまくいくかいかないか。なんか考えない。ある材料でね。当初は表面だけ竹つけて隠しちゃうと思ったんだけど、太くなりすぎちゃって。そうそう、これでしょ。はい。サンダーかけちゃって。ロイステールにして。一応ですね、最初の予定だと土留めで3段と思ったんですけど、どうしてもお隣のフェンスが気になるんで、一応5段積みました。この2、3段、こっちが見えちゃうんで、傘を作って天場を化粧するっていう形で今やってます。あ、そうだね。一応ですね、こういう形で土留め、ゴルフちょっとゴルフ、そこからあっちは前の洋風のウォールつなぎで高さも一応ちょっとこっちの和の雰囲気になりたいんで、まあちょっと傘をで、実際の傘を乗せると重いんで、瓦をねやるとちょっと重苦しく感じるんで、まあ和洋折衷的にやったらこれを、あとはもう GL で見える部分はベースを塗って仕上げていきます。だからちょっと柄的にはどうするかっていうのはこっちの雰囲気によって、こっちの雰囲気でこっち合わせればいいかなと。そう、ちょっと丸み、もうちょっとこう半円ぐらいにすると洋風っぽくなると思うんですよね。こういう感じがちょっと和風っぽい形かなと。そうそう、こう半円になっちゃうとこっちの建物と洋風の感じになるかなと。はい、こうちょうどいいぐらいですね。